こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はこちらのクリスマスツリーの飾りを編んでいきます。あまり編み物に慣れていない方にも編みやすいように考えましたので、もしよかったら編んでみていただけると嬉しいです。使用する材料はこちらです。好きな色の毛糸をご用意ください。動画ではアクリル毛糸を使用しています。使用する道具はこちらです。かぎ針は7号を使って編んでいきます。それでは編んでいきましょう。最初に鎖15目編んでいきます。ここから鎖15目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。これで鎖15目が完成です。もし鎖の数が心配な方は少し多めに編んどいて大丈夫です。1段目の編み図がこちらです。解説しながら編んでいきます。鎖15目を編み終えたところから鎖を1回2回編みます。次に4つ前の鎖の裏山に針を入れて長編みを編んでいきます。1、2、3、4つ前のこの部分に針を入れて長編みを編んでいきます。鎖が見える後ろ側のところが裏山です。針を入れて糸を引き抜いて1回2回、これが長編みになります。今この部分を編み終えたところです。ここから長編みを11目編んでいきます。隣の鎖の裏山に針を入れて長編みを編みます。これが1つ目の長編みです。次の裏山に針を入れて長編みを1回、これが2つ目の長編みになります。隣の裏山に針を入れて3つ目の長編み、4つ目、5つ目、
つ目、7つ目、8つ目、9個目、10個目、11個目の長編みが編めました。長編みが11目編めたら、長編みの減らし目を編んでいきます。1つ目にこの状態の未完成の長編みを1回編みます。次の目にも同じように未完成の長編みを1つ編みます。この状態から針に糸をかけて一度に引き抜きます。これが長編みの減らし目になります。これで1段目が完成です。鎖を多めに編んだ方は糸をほどいていきます。この状態まで紐がほどけたら完成です。2段目の編み図がこちらです。最初と最後に減らし目を編んで、その間は長編みを9目編んでいきます。1段目の編み終わりから裏にして鎖2つで立ち上げます。1つ、2つ。次はこの場所に針を入れて長編みを編みます。長編みを1回、これが最初の減らし目になります。ここから長編みを9目編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、5つ目、6つ目、7つ目、8つ目、9つ目。最初の減らし目から長編みが9個編めました。最後のこの2目で
長編みの減らし目を編んでいきます。1つ目に未完成の長編みを1回、2つ目にも未完成の長編みを1回、この状態から糸を一度に引き抜きます。これで2段目が完成です。ここで一度編むのを休憩して編み始めの糸を処理していきます。糸処理は編み目に響かないように長めに糸を通しておきます。糸を通し終わったら糸はカットしておきます。糸処理が終わったら続けて編んでいきます。3段目の編み図がこちらです。最初に減らし目を編んで長編みを7目、最後に減らし目をもう一度編みます。2段目の編み終わりから裏にして鎖1つ2つで立ち上げます。次はこの部分に長編みを編んでいきます。これが1つ目の減らし目になります。ここから長編みを7目編んでいきます。長編みが斜め編めたら最後の2目で長編みの減らし目を編んでいきます。
これで3段目が完成です。4段目の編み図がこちらです。3段目の編み終わりから裏にして鎖1つ2つで立ち上げます。この部分に長編みを編みます。1つ目の減らし目が編めたら長編みを5目編んでいきます。長編みが5回編めたら最後の2目で減らし目を編みます。これで4段目が完成です。5段目の編み図がこちらです。4段目の編み終わりから裏にして鎖1回2回で立ち上げます。この部分に長編みを編みます。これが1つ目の減らし目です。ここから3目は長編みを3回編みます。長編みが3回編めたら最後の2目で長編みの減らし目を編みます。これで5段目が完成です。6段目の編み図がこちらです。5段目の編み終わりから裏にして鎖1、2で立ち上げます。この部分に長編みを編みます。長編みを1回最後の2目で長編みの減らし目を編みます。これで6段目が完成です。7段目の編み図がこちらです。6段目の
編み終わりから裏にして鎖1、2で立ち上げます。2つ目に未完成の長編みを1回編みます。3つ目にも未完成の長編みを1回編みます。最後に一度に糸を引き抜きます。これで7段目までが完成です。一番上の丸がいらないという方は、一度糸を引き抜いて、好きな長さまで糸を引っ張って結んでおきます。糸をカットして糸処理をしておきます。木の上に飾りをつけたい方は続けて編んでいきます。7段目を編み終えた状態から違う色の糸に変えて糸を引き抜きます。この状態で鎖1回2回編みます。針に糸をかけて緑の輪の中に針を通します。糸をかけて引き抜きます。もう一回針に糸をかけて緑の輪の中に針を入れます。糸をかけて引き抜きます。この状態で糸を一度に引き抜きます。これで丸ができました。もう一回糸を引き抜いて好きな長さまで糸を引っ張ったら結んでいきます。糸はカットして木の部分の糸処理からしていきます。ぎゅっと引っ張るとしっかりくっつきます。ここから編み目に響かないように長めに糸を通しておきます。針を通す場所は編み目に響かなければどこでも大丈夫です。
長めに糸を通したら糸はカットしておきます。飾り部分の糸処理は丸の中に何度か針を通しておきます。結んであるので何回も通さなくても大丈夫です。2本とも糸を通し終わったら糸はカットしておきます。最後に木の部分を編んでいきます。これが最後です。頑張っていきましょう。下の鎖15目の5目開けた6個目のところから編み始めます。この部分になります。ここから1、2、3、4、5目編んで、反対側も1、2、3、4、5目開いていれば大丈夫です。新しい糸を引き抜いて、この状態で鎖をもう一回編みます。ここは編み始めの糸をくるむようにして編んでいって大丈夫です。同じ編み目に針を入れて細編みを編みます。これが一つ目の細編みになります。次の編み目にこんな感じで針を入れて2つ目の細編み、次の編み目に針を入れて3つ目の細編み、4つ目、5つ目、これで1段目が完成です。1段目の編み終わりから裏にして鎖1つで立ち上げます。ここからこの5箇所に細編みを編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、5つ目、これで2段目が完成です。裏にして鎖1つで立ち上げ、
細編みを5回編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、細編みが5個編めたら、糸は長めに残してカットしておきます。最後に糸処理をします。編み始めの糸は一緒に編み込んできたので、この状態でカットして大丈夫です。編み終わりの糸は編み目に響かないように通しておきます。糸が通し終わったらカットしておきます。完成です。お疲れ様でした。サイズはだいたいこのくらいになります。いろいろアレンジもできるので、ぜひ編んでみていただけると嬉しいです。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。さらに編み物について詳しく知りたい方、わからない時に質問したい方はメンバーシップにご登録いただくと安心です。いつもいいねボタンやコメントをいただきありがとうございます。動画の感想やリクエストなどありましたらコメントいただけると嬉しいです。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録お願いします。